こんにちは、けんゆうです。本日はですね、スーパーに売ってあるアボカドの200円ぐらいのアボカドの種から、実際にアボカドができたので、そちらをね紹介していきたいと思います。で実際に2本木があるので、その2本の木を見た後に、こちらですね、ホワイトボードをついにね現場に持ってきたので、この簡単なね解説をしていきたいと思います。ぜひねスーパーのアボカドの種からアボカドを作りたいなとか栽培したいなと思っている方ですね、ぜひ、ご覧ください。ではちょっとカメラの方をね切り替えていきたいと思います。はい、こちらがね1本目ですね。スーパーに売ってあるアボカドの、種から発芽して、大きくなった木ですね。この木の上にはね6個ぐらいかな、アボカドの実ができております。これね、1月ぐらいに、収穫がなされるんですよね。で今はですね、肥大化、果実の肥大化と、内側に油分を含む、時期になっております。かなりね綺麗ですよね。ゴツゴツしていて、スーパーで売ってあるような、アボカドです。ハスと言われるものですね。はい。で葉っぱがねこんな感じだね。うねうねしてる、なんかこう波打ってるような側面をしていて、今夕方の6時なんですけれども、葉っぱがね全体的に上を向いてますね。こういった種類ですね。はい。であと袋掛け同じぐらいのサイズなんですけれども、2つは袋掛けを、しております。で今ね動画撮っているので袋を外したんですよはい。であと奥にね1つあるんですよね。はい、こんな感じです。これで5個目だね。1、ここが1で、袋に2個入っているので1、2、3で、ここに4、5で、向こうにね見るかな、向こうにね6個目があるんですよ。はい、はい、こんな感じです。かなりいい感じじゃないですか。木の高さはねここ傾斜になっていて、ざーっと傾斜になっていて、ここも傾斜になってるんですよ。で傾斜のちょっと下側に植えているので、僕の目線からするとここの状態ですでにもう2メートル近くはあると思います。でね下から見上げるとね結構高いんですよね。番号をつけてるんですけど D20。 結構ね木が、ちょっと倒れてしまって、昨年の台風で倒れてしまって、その後にね持ち直して、どうにか生きているっていう感じです。はいこんな感じです。かなり、大きくなっております。5年目のハスという、木ですね。はい。でもう一本の木がですね、反対側にあります。ここですね。この木ですね。で、これはね直立させておらずに排状系でやっております。やっているっていうか、結果排状系になったみたいな基本的にこう自然に身を任せるっていう感じなんですけど、はい。これも葉っぱがですね上を向いてますね。見えるかな、上を向いていて、でうねうねうねっとしております。やっぱなんかハスっぽいね。はい。でこれはちょっと大きいんですよ。袋掛けをしていたんですけど、この動画のために今一時的に外しております。これは大きいね。でこの木はね2つしか、ハスができておりません。はい、こんな感じですね。結構夢があるんじゃないですかこれもねガーッと引っ張って、倒して、その後こう、枝が上に行くようになっております。こんな感じね。この2本がスーパーの木からね作った木です。で他にもね台木で使っているのもあるので、一応それはもう切り倒してね、ハスはスーパーで結局買えるので、うちらで作ってもしょうがないということでね、この2本だけ、作っているんですけど、他はもう接ぎ木で台木としてね使っております。はい、こんな感じです。ではねちょっと簡単な解説の方をねしていきたいと思います。はい、それではね解説の方をやっていきたいと思います。ちょっと今6時で西日がすごい強くてですね、こう影が映っているんですけれども、すごい見にくいんですけれども、逆光であるとね文字が全く読めないっていう状況になるので、ちょっとすいません、そこだけはご了承ください。ではね少しやっていきたいと思います。でスーパーで買う200円ぐらいのアボカドですね、あそこから種取りをして実際に植えるとアボカドって成長して、果実がなってこう収穫できるんですよ。そのスーパーに売ってるアボカドがどういうアボカドなのかとか、
発芽したらどういう特性を持つのかとか、じゃあどのくらいでできるのかっていうのの、説明をねしていきたいと思います。でスーパーで売っているアボカド、ほとんどもうほぼ 100% と言っていいぐらい、品種が決まっていて、ハスと言われる品種です。はい、これですね。でハスっていうのはグアテマラ系ですね。前回アボカドの栽培講座、確か4ぐらいかな、4でアボカドの系統とか品種を解説した動画があるので、アボカドの系統3つあるんですけれども、詳しく知りたい方は、そちらの方をご覧ください。グアテマラ系、とにかくね油分が多くてねっとりしていて美味しいですよ。濃厚でね食味が良くて、で、ほとんどねメキシコ産です。日本に入ってくるアボカドはほとんどがメキシコ産です。でこれなぜかというと、日本とメキシコってね FTA って言ってフリー貿易制度というかね、協定を結んでいるんですよね。フリートレードアグリーメントだったかな、 FTA っていうのを結んでいて、関税がかからないんですよ。でなので、メキシコの安いアボカドが入ってきて、アボカドって結構高いようなイメージがあるんだけど、150円とか200円とかで買えるっていう感じになっております。でゴツゴツしていて 200g から 300g のねアボカドが手に入ります。はい、でこれハスって言うんですけれども、アボカドってね1000種類ぐらいいろんな品種があるんですよ。でなんかアボカド栽培とかしている友達とかにね、アボカド育ててるのハスとかって言うとちょっとね知ってるようにこう喋ることができるので、豆知識としてねハスっていうのがねほとんどだよっていうのをこう頭の片隅に入れておくとね、ワンチャンこう嫌われる確率が高くなるかもしれないのでね、注意してください。で、もう一つ、未生苗って何かというと、これ、種取りをした後にそのまま種を植えて発芽した苗のことを未生苗、というふうに言います。これね、果実の実って書いて生きるって書いて苗ですね。未生と呼びます。でこの未生苗だとものすごく、花が咲く時期が、遅くなります。後で説明しますね。でアボカドというのはですね有性生殖なんですよ。両生花の花がおしべとめしべがある花が咲いて、めしべの中東にですねおしべから出てくる花粉がついた時に初めて受精、受粉をして受精をすると。で、こうなると何が有性生殖ってどういうことかっていうと、人間みたいにねお父さんとお母さんの遺伝子が半分ずつ入ってきて新しい個体ができるっていう状態になるんですよ。なので親と全く同じ、品種のアボカドってできないんですよね。若干ね性質が違うんですよ。なのでスーパーで買ってきたアボカドの、種を植えるとそのスーパーで買ってきたアボカドができるかどうかはこれは分かんないです。若干ね違う、ものもできてくる確率があります。絶対ハスじゃないよな、ハスを植えたのにっていう人がたまにいるんですけど、これは有性生殖だからですね。で未生苗で、やるとそういうことが起きます。はい、でこの無性生殖って言って、例えば接ぎ木とかね、ああいう取り木とか挿し木とかっていうのは、遺伝情報が変わらないので、親の個体の性質をそのまま引き継いだ株になります。はい、これはね接ぎ木とかっていうやつですね。また、動画にしたいと思います。しているのであれば概要欄にその接ぎ木の動画をおすすめに入れておきます。はい、であとですね、多分みんなが一番気になってるの最後のここだと思うんですよ。見えてたかな見えてなかったらごめんなさい。最後のここだと思うんですよ。アボカドってじゃあ種取りをして何年でできるのっていう話だと思うんですけれども、この木はね2015年に種を取って植えたので、だいたい 4,5 年、今2020年なので、4,5 年か 5,6 年ですね、この木はね。で多分5年ぐらいね、かかってると思います。植えた時期にもよるので5年ぐらいで、花が咲いたと。で花が咲いて今受精がして、きちんと果実になった状態ですね。でこれねすごいね皆さんがっかりさせるかもしれないですけど早いです。めちゃくちゃ早い方だと思います。普通だと6年ないし10年、長くて10年というふうに言われております。で 4,5 年はね僕の中でもすごいいろんな文献とか教科書とか読むんですけど、結構早いと思います。でこれはねやっぱ栽培の立地条件とかね、そういうのによります。で最初若年性って言って幼い木っていうのは、この幼い状態の時っていうのは花を咲かすエネルギーよりも木を大きくするところにねエネルギーを使うんですよ。なのでなかなかね花芽が形成されないんですよね。で花芽がないと花が咲かないので、花が咲かないと果実がつかないんですよ。で
ある程度木が大きくなって、果実の生成に耐えれるぐらい遺伝なんだろうな、子孫を残せるような状態に木が用意できた時に初めて若年性の解除っていうのが起こって花芽がつくということになっているので、木が大きくなるね、6年ぐらいはねやっぱりね果実は収穫はできないですよ。でその事実を一応知っておいた方がいいです。でアボカドの発芽はすごく簡単にできます。で水耕栽培はおすすめしないんですけれども、土を買うのも難儀だしっていう人であれば、爪楊枝とか刺して簡単にポンって咲くので、咲いた後に、鉢に変えようかみたいな感じのね、やり方でもいいと思います。はい、ということでですね、今回は、アボカドスーパーのアボカドから、果実を作ってみた動画になっておりました。ということでね、この動画面白いと思った方はぜひ、いいねボタンを押していただけると僕のモチベーションが上がるという仕組みになっておりますので、よろしくお願いいたします。あとチャンネル登録の方もしていただくとものすごく元気が出ますという仕組みになっております。はい、ということで今回もねご視聴の方ありがとうございました。バイバイ。